ピコテスト P2102A PDN インピーダンス測定専用のプローブの実測デモをお届けします。DUT は 20A の高圧高効率 DC-DC コンバーターで出力のセラミックキャパシターと裏面のリザーブされたランドにプローブをコンタクトします。DUT の詳細は概要欄に記載しています。使用する機材はキーサイトテクノロジー E5061B の RF ポートで PDN プローブを用いてサブミリオームの測定をご覧いただきます。最後にパワーレールプローブとしての使い方も紹介いたします。まずはじめにセットアップ手順を説明いたします。インピーダンスアナリシスメニューからポート1、2、シャントを選択します。測定パラメータはインピーダンスです。ディスプレイメニューでトレース数を2本に指定し、レイアウトをインピーダンスメインにし、位相も観測できるようにします。スケールメニューで Y 軸をログスケールにし、最大値を 10kΩ、最小値を100マイクロオームに設定します。スイープメニューでログ総因を指定します。スティミュラスメニューでスタート周波数 5Hz、ストップ周波数 150MHz とします。アベレージメニューで IF オートをオンにし、リミット値を 10Hz にします。セットアップが終了したらキャリブレーションを実行します。S21 測定値を用いますので、レスポンススルー構成をします。2012サイズ C28 にコンタクトします。コンタクトのコツはピンと DUT が平行になるようにすることで、そのためには DUT を回転しやすいように工夫しておくことです。測定する際は低インピーダンス部の SN 改善のため IF リミット値を絞るか回数アベレージを適用します。良好な測定ができているかは位相を確認することで判断が可能です。また薄いトレースは DUT の電源がオフの状態での測定結果です。低周波ではグランドループの影響があるためターゲットインピーダンス値に応じ測定下限周波数が決まってしまいます。 DC 領域から測定したい場合は今回用いているのとは異なるグランドループアイソレーターがありますのでお問い合わせください。数百ヘルツでは約 1.5 ミリオームと観測されました。では次に裏面のランドにコンタクトをしてみます。600ヘルツ以下がグランドループの影響で観測できませんが600マイクロオーム近辺と思われます。低周波の測定が必要な場合はアクティブグランドループアイソレーターを用いるか LF ポートを用いて測定をします。PDN プローブは50オーム同軸プローブですので1対1のパッシブパワーレールプローブとして使うことも可能です。信号入力がない状態でのノイズ比較です。黄色の PDN プローブはピーク2ピークで500マイクロボルト、RMS で100マイクロボルトです。10対1パッシブプローブはその約10倍となります。1ボルトオフセットで20ミリボルトパーディビジョンの設定です。青のパッシブプローブに比較して低ノイズかつグランドリードの影響がない波形が観測できます。参考までにこのリンギング周波数は約 390MHz です。1対1同軸プローブをパワーレールプローブとして活用するレポートがありますので概要欄をご参照ください。E5061B S パラメータポートを用いた PDN インピーダンス実測デモを終了します。